I'm bigger than the cookies, the cookies, the cookies。ということで、本日は今 SNS で大バズり中らしい、はい。BBB、ビガバタベタの A2O メイを紹介します。はい。A2O メイは2024年12月20日に A2O エンターテイメントが初めてデビューさせた5人組のガールズグループです。うん。で、その A2O エンターテイメントはSM の創設者で、K-POP に SM 帝国を築き、K-POP をグローバル産業に押し上げた最大の黒幕黒幕。功労者者の一人とも言える、超大物、イースマンが新たに設立した事務所です。うん。で、ここからちょっと経済的な話も絡む一大女子誌というかヒストリーの話をするんで、はいジェンさんはちょっとやることないかもしれないけど、適当に聞いといてもらえれば。はい。で、その超大物イースマンは、2023年に SM で経営権紛争が起こり、うんそれに敗れたことで SM を去ったんですが、A2O エンターテイメントは、その SM を去ったイースマンが2024年の5月3日に新たに創設した新事務所ということになります。うん。で、その A2O エンターテイメントの親会社は、イースマンが SM を去った後、A2O 設立前の2023年3月に設立した会社、ブルーミンググレース。こちらは AI と IT を駆使した企業コンサル兼芸能事務所。ほ企画会社ですう。うね、んうんになります。それが親会社ってことですね。うん。うん。だから自分で作った会社の下に新しく芸能事務所を作ったっていう。でもどっちもボスはイースマンでしょ。そう。で、うんどっちも登記上は芸能事務所としての面もあるという。ことなんですけど、ただ、イースマンは2024年の年末付けで、イースマンの姪であり、少女時代サニーの実姉ですね。うんうん。であるイ・ジンキュとソ・ヒョンジュンという二人に、この親会社、ブルーミンググレースの代表を譲り、代表職を退いてます。ほう。で、さらにイースマンは同時に2015年に設立して、音楽著作権関連のサービス業を営んでいるカルチャーテクノロジーグループアジアっていう会社と、2019年に設立した、ドローンなどを扱っているリボロックスという代表を務めていた2社から同時に退任しています。そっちも退任したんだ。うん。で、その同じタイミングで、A2Oエンターテイメントのコアプロデューサーとビジョンリーダーという新たな役職に就任しました。つまり、それまで保持していたイースマンの個人の会社、3社の代表職を同時に退いて、その傘下の芸能事務所、A2Oエンターテイメントの実質的な統括 PD という、SM 時代と同じ立場に復職したということです、ね。で、その A2O に所属しているのが、今回紹介する A2O メインなんですけど、現代的に言ったら A2O って言ってA2O ね。いいのかもしれないけど、その同事務所には少女時代のメンバーでイースマンのもう一人の姪っ子、さっき紹介したイ・ジンギュの妹ですね、サニーことイ・スンギュの2組が、タレントとして所属しています。A2O メイとサニーが。で、サニーは2023年の8月に SM を離れた後、2025年の4月に専属契約を締結してるんですけど、で、締結して、A2O の所属タレントとなってるってことなんですけど、ちなみにサニー家は3姉妹で、サニーは末っ子なんですけど、サニー3姉妹、みんな誕生日が5月15日なんです。マジでそんなことある？これはですね、非常に珍しいことらしくて。そういうパターン初めて聞いたよ。宝くじの一等より確率低いらしいです。いや、そりゃそうでしょう。俺もこれ知らなくてさ、ちょっと全然関係ないんだけど、今回の話。あまりにもすごいから。いや、それはびっくりするって、普通に。ただこの数字が一緒っていうのが、この後紹介するというか、それにも少し関わってくるというか、完全につながりがあるから紹介してるわけじゃないんだけど、ちょっとこういう数字のつながりというかね、そういうところは結構関連性のあるトピックかなと思って、取り上げてみました。いや、びっくりでも。三つ子ならまだしもっていう。そうね。まだしもっていうか三つ子は当たり前なんだ。という、だから血縁関係があるんですけど、そのサニーとイースマンの名誉のために一応言っておきますと、要するに、サニーは SM に入って少女時代としてデビューしたっていうことを、SM のオーディションを受けた時は、親族関係という事実は隠してまして、で、オーディションの審査員がそれを知らない状態で、合格を勝ち取ったっていうことみたいです。じゃあちゃんともう実力でね。で、それまで親族としての交流は一切なかったこともあって、サニーはアメリカ出身で幼少期に韓国に移り住んだんですけど、それもあってか、姪っ子っていうすごい近しい関係、要するにイースマンのお兄ちゃんの娘なんだけど、それすごい近しい関係なんだけど、全然交流がなかった。だからそのイースマン側も姪っ子がオーディションを受けてるってことを全く知らなかった。すごいね、それもね。ことを、一応、後のインタビューで二人とも語ってまして、親族としてのこれが介入してないっていうのは、
両者とも語っているという。うん。よく SM のアーティストとかが楽曲制作に参加した際に、まあ、名前を隠したブラインドテストによって選出された。はい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 。まあ、そういう透明性でその実力の正当性を証明するみたいなエピソードがよくありますけど、まあ、それのオーディション版、ブラインドオーディションとも呼べる状態で、まあ、合格をしたということかなと思います。うん。サニーがすごいってことね。うん。まあ、それは SM の練習生になるためのオーディションの話なので、うんそれが実際少女時代のメンバーに選出される時までに影響がなかったかどうかっていうのはわからないんですけど、ああ、そこまではね。うん。まあ、入社した後に明かして、あ、姪っ子なんだみたいな会話はあったかもしれないし、うん。知れないんですけど、まあ、サニーはイースマンのことを、まあ、他の練習生と同じように先生と、まあ、呼んでまして、うんうんまあ、そのおじちゃんと呼んでないというところもあって、メンバーとか、まあ、SM の職員、役員とかも、まあ、その関係性を意識するっていうことは SM 時代も特になかったという。事実としてはあるけど、姪っ子だからどうたらこうたらっていうのは一切ない振る舞いをしていたっていうのは一応証言としてはあるということではあるみたいですね。ただそれが SM を離れるまでの16年間の中でより深い信頼関係に変わっていった可能性は同時にあるかなとは思いますね。まあでも血縁関係じゃなくてもさ、16年一緒にいたらっていうところもあるよね。まあそれはあるけど、でも少女時代のメンバーで A2O に移籍しているのはサニーだけなので。まあまあそう、そうね。単純に少女時代のメンバーでタレント性が高いから契約したっていう以上のものはあるかもしれないなと思うんですけど、まあ、それの説明を今からします。はい。サニーは A2O にタレントとしてまあ当然契約をしてるんですけど、うん。練習生のトレーナー、まあ要するに指導者はいはいはいを務めてまして、おプロデュース業のトレーニングも受けてるみたいですね。おー、なるほど。だからタレント業以外のことをやってるんですよ。うん。それを考えると、イースマンがサニーにアーティスト以外の素養を見てることは間違いないかなと思うんですけど、で、A2O に所属しているタレントは A2O メイ、そしてサニーの2組っていうのはさっき言ったと思うんですけど、サニーにそのプロデュース業を教えてるトレーナー、指導者がいるんですよ。タレント2人とプロデューサー1人っていう陣容なんですよ。所属タレントとしては。それが HOT をはじめとする、まあ、SM30 年の歴史でほぼ全てのアーティストに関わった、まあ、ケンジーと並び SM の音楽的中枢を担っていたユ・ヨンジンです。で、A2O の件で、まあ、冒頭に SM との A2O の下りというか、この事務所の紹介の下りの冒頭に SM との経営権紛争で敗れたことを、まあ、触れたんですけど、SM 帝国を築き上げた功労者であるはずのイースマンがなぜこのような事態になってしまったのかっていうことが、まあ、そもそもの始まりとしてあります。で、イースマンは現在、この収録現在で73歳なんですけど、70歳になる前、まあ、60代の後半、68とか9ぐらいから、まあ、自身が所有する SM 株の売却先を探してたんですね。で、真相は定かではないんですけど、それは、まあ、一族への財産分与を目的とした動きじゃないかと見られてたんですね。まあ、つまりは、追い先短いイースマンが一族により多くの資産を残すための生前贈与を、まあ、狙った行動っていうことかなと思います。なるほど。まあ、それが経営権紛争の始まりのところなんですけど、まあ、韓国の法律的なところは正直詳しいことは俺は分からないんですけど、まあ、企業の代表者として、まあ、株を保有しているよりも個人資産になっている方が後世に残すお金としての運用がしやすいってことなんじゃないかなと、この動き的には思います。そして、まあ、その株の買取先として手が挙がったのが、ハイブです。イースマンがハイブに株を売るっていうことから、その行動に反発した他の株主とか、まあ、経営陣からの反発を受けて、まあ、それを是正する目的で介入したのが、まあ、韓国最大規模の総合エンタメ企業、カカオエンターテイメントで、まあ、要するに、ハイブとイースマン、対カカオと現経営陣っていうのが、まあ、経営権紛争の図式ということになりました。で、まあ、この時に争点となっていたのは、まあ、SM の父であるイースマン派、そしてまあ、反対派が誰であるのか。要するに、まあ、戦略図としてどちらがより強く大きいのかっていうのが、まあ、紛争の結末予測として、まあ、注目されていました。まあ、それを誰が表明するんだろうみたいなところの観点ですね。だからそれがまあ有名なアーティストとか、まあ、上層部であれば、イースマン側に傾いてるかなとか、反対派に傾いてるのかなとかっていうのがまあ見えるかなっていう部分でそういうのが注目されてたんですけど、まあ、イースマンは当然自分に反発してくるものなどほとんどいない。いたとしても取るに足らないと、まあ、高をくくっていたからこそ、まあ、そういう行動に出たんだと思いますけど、結果として、まあ、カカオという超大手が介入することが、まあ、計算外だったのか、まあ、現経営陣の反発が想定以上のものだったのか、まあ、いずれにせよ、イースマンの思惑は外れ、まあ、勝ち逃げではなく、追い出されるという形で自分の城だった SM を追われ、まあ、クワンヤに放逐されたということになります。クワンヤに放逐いいね。まあ、敗れたってことですね。だから勝ち逃げよりも、敗走したという。
まあ結果としては SM も出てくつもりだったからこう、ああいう行動をしてたんじゃないかなとは思うので、うん。結果としては同じだとは思いますけど。うん。で、SM はその後、まあ企業として新成長戦略 SM3.0 を発表して、まあカカオと戦略的パートナーシップを締結。うんで、株式公開買い付け、まあ日本では TOB って言われたりするんですけど、により、まあイースマンがハイブに売却した以上の株を保有した、うん。保有し、て、まあカカオが筆頭株主となったんですよね。うん。まあカカオ参加としての新しい SM として、新体制として、まあライズ、NCT ウィッシュ、ナイビス、そしてまあハーツ2ハーツ。うん。がまあデビューして、脱イスマン体制として今に至るという感じですね。で、この経験紛争により SM 帝国はまあ大きな変化を迎えたわけなんですが、まあそうして注目されたのがその表明をしたというか、イスマン派だった人々のまあ動向ですよね。うん。まあ当然社内に残るっていう選択とか、他の事務所に行くっていう選択もあったとは思うんですけど、うん。あの騒動以降離れた人たちがどういう思惑だったのかっていうところはちょっと想像したくなる部分っていうところはあるんですけどうん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 、その一部がまあ H2O に流れ着いた人物ということになります。うん。だから、まあ、紹介した順番で言うと、まあ、サニーの姉、イ・ジンギュ。サニーことイ・スンギュ。で、プロデューサーのユ・ヨンジン。うん。そして、まあ、イースマンが A2O っていう、まあ、事務所の中核を担う人々かなっていう気がします。まあ、ちっちゃな SM でしょ？まあ、そうですね。ちっちゃなっていうか、でももう、ケンジーと並ぶプロデューサーがいるから、これをちっちゃなと言っていいのかっていうところはあるんですけど。まあまあ、もちろんね。うん。もしかしたらこの後の説明でそのちっちゃなが取れるかもしれないんですけど、うん。ちなみに A2O の公式 YouTube チャンネルにはまあ動画がこれまでにも多数アップされてまして、うん。大体最後にプロデュースドバイ SM リー、要するにまあイースマンで出るんですけおど、と、まあその A2O のロゴが、事務所のロゴが出るっていうのがまあうんうん大体動画のお決まりなんですけど、うん。きちんとした映像作品になってるもの、オフィシャルビデオとかっていうのがついてるものは、スタッフのエンドクレジットが流れるんですよね。おー。要するにまあ映像的にこうちゃんと撮ってるから。うんうんそこには CO プロデュース、コプロデュース、うん。うん。まあ要するに共同プロデューサーはい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 。にスティーブン・リーという人がいるんですよ。おう。まあ、このリーっていう名前の時点で、うんって感じです血縁かけど、これはイスマンの次男、イ・ミョンギュの英語名ですね。あー、息子来た。うん。だから、まあ、イスマン一族の事務所っていうことがよりということではあるんですけど。イスマン色濃すぎるだろ。で、そのエツオエンターテインメントは所属練習生のほとんどが、まあ、中国国籍であって、エツオメイも5人中3人が中国籍。うん。で、ディストリビューター、配信の代理店ですね。そこが、まあ、中国三大企業、バットとしても知られるテンセントミュージック。おう。バイドゥ、アリババ、テンセントかなうん。の、その最後の T のテンセント。テンセントミュージック。巨大企業でしょ。うん。活動も中国でしていることが多いので、まあ中国の会社と思われがちですが、うん。本社はシンガポールなんですシンガポール。よ。うん、で、中国とアメリカ、そして日本に支社がある。あ、日本にもあるんだ。うんへえ。多国籍企業っていうのが実態なんですよ。あだから A2O イコール中国っていうのは正確な認識ではないってことなんですね。あ。ああ、はい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 。中国っぽく見えるというか、まあ中国が主にっていうことでは合ってるんだけど、うんだからその A2O の中核を担う人物が、まあ SM、要するに韓国市場で活躍してきた。まあさっき挙げた4名プラス1名というか、うん。イスマンの次男坊も含めると。うんうんその5名が K-POP で活躍してきたのになぜ中国を中心とした海外企業を立ち上げているのか。うん。うん。っていうことは、まあ普通に疑問というか、はあはあはあ。まあまあそうだろうね。本場というか、自分のホームでやればよりその実力が発揮されるというか、うん。賞賛が見えやすいのになぜ中国でやってるのかっていう。もちろん、イースマン自身が昔からその K-POP をグローバル化しようっていうことは言ってたし、その海外進出自体に積極的だったっていうこともあるし、まあ中国のマーケットが魅力的だからっていうことも当然あるとは思うんですけど、これにはさっきの経験紛争が大きく関係しています。うんうん。まず、イースマンが、まあ、自身の持ち株 14.8% をハイブに約423億円で売却したんですけど、うん。その時の買取条件として株式譲渡契約が結ばれてたんですよ。うん。まあ、要するにイースマン側が株の買い取りをお願いしてるわけなので、まあ、ハイブがそれを受け入れる代わりの交換条件があったっていうことなんですよね。はい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 。まあ、それが協議禁止の条項で、まあ、3年間は同じ業種の事業を営むことを禁止するっていうものなんですよ。うん。で、まあ、K-POP では企業買収などの際に、まあ、これがよく発生しまして、よくというか、まあ、たまに発生しまして、まあ、しばらくデビューグループがローンチできなくなる時の、まあ、要因となる条項ですね。買い取りが起きた場合にしばらくそのデビューグループを買い取られた側とかが出せなくなるっていう。うんうんうんそれの要因となっている条項なんですけど、ただこの同じ業種っていうのがミソで、うん。うん。これがまあ、
だから国内における同じ業種を指しているっていうことなので、逆に言えば国外であればそれの適用外だっていう、判断というか解釈ができるっていうことなんですよ。外に出たら関係ねえだろっていう。つまり、イスマンは株式譲渡からの3年間、2026年の初めまでですね。その譲渡したのが2023年の初頭なので、2026年の初めまで韓国国内でプロデュース業ができないからということになるんですね。それが海外でやってる理由ですね。だから、その株式譲渡の話が出たときは、ハイブとしてはイースマンに首輪をつけられる。要するに、プロデュース業をさせないっていうこともできるし、SM の筆頭株主になれるし、ということで、直接的なライバルを抑えつける、有利な契約を交わしたつもりだったんでしょうけど、経営権紛争に敗れ、株式公開買い付け TOB で、カカオが 40% を保有して筆頭株主になったことで、ハイブが筆頭株主でもなくなってしまう。ということで、だから手元には大量の SM 株だけが残った状態になっちゃったんですよ。でもすごい資産だと思うけどね。でもそのためにお金を払ってるんでね。確かに。ただ、現在では2025年の5月末に所有していた、これは最近ですけど、SM の全株を約243億円でテンセントミュージックに売却しています。なるほど。423億円で買って243億円で売ってるので、大損しているように見えますけど、このハイブの持ってる SM 株は、その株式公開買い付け TOB、そのカカオを 40% 保有したときに、ハイブが持ってる SM 株を半分ほどカカオに売却してるんですよ。そのイスパンから買った時よりは、その 14.3% ってことだから、7.15% ぐらいを保有してる状態が今のハイブだったんですけど、それをテンセントミュージックに売却したんですね。だから、半分を半額なので、大して損してないというか、もしかしたら儲かってる部分もあるかもしれないっていうのが、現状というか本当のところなんですね。で、これは憶測の範疇ではあるんですけど、国内で活動できなかったイースマンと、その一派の影響力とか、実績に目をつけたテンセントが、エンタメ業界のシステムが成熟してないと言われている、中国市場での新たな利益みたいなのを狙い、投資やサポートをしているっていうことかなと思います。だから中国を中心に、テンセントのバックアップを受けて活動をしている。だその就活を狙ってたイースマンが、再度中国のバックアップを受けて、復興しようって思うのが、負けた感じで終わりたくないってことなのか、テンセントっていうすごいバックがついたからやる気満々なのか、その辺はわかりませんけど、少なくともこの国内でプロデュース業ができないっていうことと、テンセントがいるっていうことが、そのイスマンが A2O を立ち上げてバリバリやっていくっていうことに対しては、かなり大きなモチベーションに起因してるというか、関係性はすごく強いと思います。両方合わさってって感じかもしれないしね。で、また、イースマンは、その、協業禁止が解ける2026年には、韓国エンタメ業界に戻ってくるとも言われてまして、予想されてまして、だからこの動画は A2O メイがデビューしてから撮影をしてるっていうことなんですけど、だからデビュー前のグループ紹介、事務所紹介ではないんですけど、韓国デビュー前の紹介動画になる可能性もあるという。なるほど。そうか。これから、もしかしたら韓国で、ブレイクするかもしれないっていう2026年以降の話ですけど、それの前の紹介動画という体は逆に保てているというか、部分もあるっていうことですね。そんな感じで K-POP 的には衛生的に浮遊している状態というも言える A2O エンターテインメントは、アルファ2オメガの略で、要するに A to Z のギリシャ語版なんですよ。なるほど。最初から最後まで、そして始まりから終わりまでという意味が込められてまして、エンターテインメントのあらゆる部分で共にいるという願いが込められています。事務所名。だからもしかしたらこの事務所名的にはSM の創立から30年を支えて、我々がいなければ SM ではないという、自我自尊心、プライド、皮肉みたいなのが込められた名前なのかなともちょっと思ったりもします。そんな A2O の音楽は、Z 世代、アルファ世代を軸とする未来アーティスト、A2O ルーキーズが披露する、ザルファポップという音楽ジャンルを通じて未来の新しい文化を披露するという、スローガンが掲げられてまして、このザルファは、この Z 世代、アルファ世代の Z とアルファを合わせた言葉ですね。造語ね。A2O が作ってる新造語ですね。で、A2O はこのザルファポップという音楽ジャンルを通じて、韓国をさっき言ったみたいに韓国を経由するかは不明ですけど、グローバルグループを生み出すっていうことを目的としてまして、すでに様々な国、アメリカ、中国、タイ、そして日本で継続的にオーディションを開催しています。オーディションね。で、それのメンバーが現事務所に練習生として所属しているってことですね。で、その中事項に担う A2O ルーキーズという、どっかで聞いたような名前の練習生たちは、まずそこなんだよね。
ルーキーズ。 16歳未満のローティーンボーイズを意味する HO ルーキーズ LTB。16歳以上のハイティーンボーイズを意味する HO ルーキーズ HTB。16歳未満のローティーンガールズを意味する HO ルーキーズ LTG。うん。16歳以上のハイティーンガールズを意味する HO ルーキーズ HTG。うん。という4つのサブグループに分かれています。はい。サブグループ。ルーキーズサブグループ。ローティーンに所属する練習生は、16歳未満なので、16歳になると卒業してハイティーンに入学するという、こちらもどっかで見たいことがあるようなシステムで、うんたらドリームみたいな。ハイティーンガールズの A2O ルーキーズ HTG からアイドルデビューという形で、2024年12月20日に卒業を果たしたのが A2O メインの5名ということになります、ね。今回紹介する。初の HTG、HTB からの卒業生ということですね。どっかで聞いたフォーマットからの。考えてる人が別にパクってるわけじゃないというか。まあね。それが、HO メインの5名ということになります。ということで、HO メインの紹介に移りたいんですけど、長くなりすぎてしまったので、今回はここまでです。あ、はい。それでは、次回、HO メインのグループ紹介動画でお会いしましょう。再见。